でも、自分が大事にしてほしいと思ってる人にかけられた同じ言葉には傷つくんです。だってじゃあなぜそういうことが起きるかって言ったら、その言葉をかけた人の問題ではないってことはそのことでわかると思います。明らかに傷つく要素は相手が投げかけた言葉じゃなくて、それによって引き起こされた自分の中の反応なんです。で、これ何かって言ったら、自分がこの人にはよく見られたいと。この人には大事にしてほしい。つまり、この大事な私を大事にしてほしいっていう自分の気持ちなんです、実は。それをバーンと踏みにじられたと感じるので、裏切られた、傷つけられたという表現になるだけです。結果、中で起きていることは自分が傷ついたんです。自分が自分のこの私を、こんなに尽くした私を、こんなに可愛い私を、こんなにあなたのことを愛している私を裏切りおったな。お主っていうことも。実は。なかなかそこは認めたくないことかもしれませんが、これは別に恋愛に限らずみんな持ってることなんです。すべての人が自分のことを大事だと思ってる。でも自分のことはいいのって言うんです、みんな。ね、例えば別れようかなって思ってる。で、それは、このままの関係を私もあまりもう気持ちがない。このままの関係を続けてると、ね、彼に対しても失礼だわ。すごく綺麗な言い方です。でも、自分がいいやって思ってるってことです。新しい恋愛を探しに行きたいとどっかで思ってるかもしれない。別にこれでも彼氏、この人が一番で、この人がいなかったらもう本当に次はないわって思うぐらい、その人に対してのめり込んでるわけでもない。だから、そこに対してついていこうともしない。で、このね、自分が自分を大事にしたいという気持ちはみんなが持ってるってことです。どんな人も。で、これは一見自分のことを大事にして他の人のことを大事にしていないっていうふうにして思えるんですけど、そうじゃないんです。実際仏教の中でもお釈迦様は自分を大事にしないっていうことを悪とみなしたんです。自分を大事にしないっていうことは悪いことだっていうことをはっきりおっしゃってるんですね。で、例えば自分の健康を害するようなことをあえてしてる。これも自分を大事にしてないということですね。自分の心を害するようなことをあえてしてる。これも自分を傷つけてるってことになります。自分を大事にしてないってことです。他の人に言いたい放題言いまくってる。これも結果として他の人に後で攻撃されるので、自分のことを大事にしてないってことになるんです。全部私たちが行っていく行為というのは自分を大事にしていくっていうことが前提なんですね。彼氏ができた。彼のことを大事と思ってるっていう気持ちが自分を大事と思ってるという気持ちよりも大きくなってカモフラージュしちゃうんですね。ですから恋愛においては非常にそこが見えにくくなります。恋愛の別れ場面とかいろんな場面で必ず特に男はそうかもしれませんし女の人もそうかもしれませんけどかっこいいこと言うんですよ。いろんなことでぐちゃぐちゃになると最後かっこいいことを言ってお互いを煙に巻いてるっていう合戦を行うんですね。でもお互いよーく恋愛関係離れて誰かと誰かの恋愛の話とか別れ話とかいろんな話をもしイヤホン聞いてつけて隣の部屋で集音マイクで聞いてたらそこの二人に何の思い入れもないと冷静に判断できます。あ、なにこれみんな自分のことを可愛がってるだけじゃないのって。いやいやって、あなたに悪いからこれ以上傷つけたくないって言いながら自分がそれ以上傷つきたくないから。だからすごく恋において人間はものすごく誰かに大事にされる。あんな甘い贅沢な時間ってないですよね。あんなに自分っていうものをこの大事な自分、私めをさらに大事に扱ってくれるような高揚感をもたらしてくれる時間ってないので、もうみんな舞い上がるんです、恋においてはね。現実は、恋してない人からして、だってアバタも行こうって言うから、悪いことも全部愛してって、私の子供全部短い足も、ね、汚い肌も、全部小さい目も、全部愛してっていう状態。それを好きだよって言ってもらえるわけですから。自分のコンプレックスも全部ひっくるめて好きだよって言ってもらえると思ってる状態ってあんな気持ちいい時間ないんです。その快感っていうものが
どれだけ人間を狂わせてしまうか。勘違いさせてしまうか。だから恋は病なんですね。とにかく、実は、嫌われたくない、もう傷つきたくないっていうその気持ちの背景には、それは自分を一生懸命守ろう。この自分を壊れそうな自分の心っていうものを大事に守ろう、守ろう、守ろう、守ろう。この私を傷つけないで。この私を裏切らないで。この私の自尊心をこれ以上傷つけないでっていうことの表れなんです。ここの部分っていうのが大きくなればなるほど、先ほど言った自分の好きな曲だけをアルバムの中からセレクトして買っていくっていう、今それができますよね。ダウンロードで自分の好きな曲だけ。あれはレコード会社が、昔は今みたいな iPhone とか自分ダウンロードってことをやらなかったんですけど、自分の好きな曲だけ買わせると単価が低くなるので、ね、なのでアルバムにして2000いくらとか1000何百円って言って、もっと単価を高くして利益を出すためのセットだったんです。今は1曲だけ、ライジングさんだけ買っても、世界中の人が買うっていう可能性がネットができたので、あるので、単品で売ってくれるんです。恋愛はそうはいかない。あなたのここの部分だけ好きなのって。例えば私も、ね、玄翔さんのその花だけが好きなのって言われて、花だけ入ってあげて、この花と恋愛するわけにいかないじゃないですか。私も誰か好きな人ができて、僕は君のおっぱいだけが好きなんだって。おっぱいだけもらってくるわけにいかないんです。全部セットで引き受けるっていう覚悟がないとだ。すごくスタイルがいいけど、僕の大好きなおっぱいがついてないじゃないかってこともあるわけ。でも、それもひっくるめて、その人を愛するっていう覚悟がなければ、それを受け取るっていう気持ちがなければ、やっぱり恋愛ができない。で、それと同じように、自分がその人と深い関係になっていくことによって、傷つくっていうこともあるっていう大前提のもとに恋愛が成り立つんです。だから自分は一切傷つかない恋愛をしようっていうことはもう無理です。それはもう誰も無理です。そうするとずっと恋愛ができなくなっちゃう。その人と深く入ったら、後で別れた時に深く傷つくので、それが嫌だと思ってる以上、ずっと表面的な、数ヶ月なんとなく付き合ってなんとなくっていう、そういう付き合いしかできなくなってしまいます。ただ誰かと本当にとことん、恋をして、本当に命がけの恋というような本当の恋愛っていうのはできなくなってしまう。で、気がつくと、そういう恋愛ができない体質になって、過去を振り返ってみると、もう自分の片手では収まらないぐらい彼氏と付き合ってきたのに、なぜかそれより深い恋愛っていうのはないっていう状態になってしまいます。で、この人に対して、たくさん本当にいろいろなアドバイスというかあるんですけれども、処方箋としてあえてお伝えしたいなと思っていることがあります。本当にこれは深いテーマで、本当になんか1週間ぐらい、毎日5時間講義してみっちり深く掘り下げていくことができるようなテーマだし、本当に素晴らしい、いい質問なんですけど、ちょっとそんな時間ないので、とりあえずはね、その中で、今日は2つですね、処方箋の一部をお伝えしておこうかなと思います。一つは、何度も言ってましたけど、副作用を受け取るっていうことです。恋愛をもししたいのであれば、今後ね、恋愛に対して臆病な気持ちっていうものを捨てたいのであれば、そして本当に愛っていうものを誰かとしっかり育みたいという気持ちがあるのであれば、副作用を受け取ることを怖がらないでほしいということです。それは薬を飲んだ時の副作用、いい作用もあればマイナスの作用もあるということが恋愛には必ず付き合うものだということです。もうそれが大前提です。で、絶対にこの私めを傷つけるというシチュエーションをね、どこかの輩によって私めを傷つけるというシチュエーションを作りたくないんだったら、ずっと一人でいること。でしょ？でも誰かと結婚したい、恋愛したいんだったら、その薬は副作用を覚悟でやっぱり飲むっていうことですね。いらない曲も含めて引き受けるということですね。それがなければ恋愛が成り立たないので。なので、恋愛っていうことの自分の中の定義。これは恋愛はいらない曲も入ったアルバム、副作用のある薬、
を飲む。まあ、そんなようなものだっていうことをちょっともう一度改めて、理解してほしいと思います。で、二つ目。二つ目は、おそらくね、素敵な子なんだろうな、素敵な人なんだろうなと思います。お会いしてみたいなと思うぐらい魅力があるんだと思いますね。彼氏が、全くできない人からしてみたら放っておいても寄ってくるっていうぐらい、強力な磁石を持ってらっしゃる人だと思うんですけど、だからこそ、もっと、女を磨いてほしいなと思いますね。女を修行してほしいと思ってます。こういう人こそ。ね、おそらく、スタイルもいいのかもしれない、わからないですけど、顔も素敵なのかもしれないし、魅力があるのかもしれないけど、非常にやっぱり外面的な部分で、今まで恋愛を渡り歩いてきてるような気がします。そう言うと、なんかね、そんなことないわって、私の内面を見てってまたプライドがググって出てくるかもしれませんけど、